こんにちは、高稲です。前回ね、代謝が一番上がるのはスクワットだという紹介をしました。今日は正しいスクワットのやり方と、よくある間違いを紹介していきたいと思います。まず正しいスクワットですね。基本的には足の幅は肩幅と同じぐらいですね。で、つま先がまっすぐ前を向いてます。手の位置は、肩と同じところに伸ばしておきましょう。そこから、股関節から後ろに曲げるようにゆっくりと膝も一緒に落としていきます。で、地面と太ももが平行になったら上に上がっていきましょう。横から見ていきます。ここまでしゃがんだら上に上がってくるんですけど、よくある間違いっていうのが膝がつま先よりも前に出てしまうっていうことですね。こういう感じ、ちょっと前につんのめってしまったり、あとお尻が後ろに出てなくて、こうですね、お尻をもっと後ろにこう持ってこないといけないんですが、こういうふうに腰が引けてしまってるような感じですね。こういうスクワットになってしまう。あとはしっかりとね、太ももが地面と平行になるまで折り切ってない人も結構います。この辺でもう上がってしまう。これだとあまり効果が出ません。それからね、つま先と同じ方向に膝を曲げるっていうことも大事です。こうつま先がね、横を向いてしまって膝がしかも内に入る人、こういうやり方の人も結構います。しっかりね、つま先と膝の方向は常に同じだというふうに覚えておきましょう。で、股関節を折り曲げるイメージですね。手を股関節に置いてもらって、そこからクッとお尻を出します。クッとお尻を出して膝を曲げていく。このね、股関節の動きが悪い人はなかなかスクワットがね、フォームが取れないという人も多いです。もう一回おさらいしておきましょう。まず立った時は肩幅のスタンスですね。手を肩と同じ位置に持ってきます。そこから股関節からクッとお尻を後ろに出してもらって膝を曲げていきます。地面と平行まで来たら上に上がってくる。股関節からクッとお尻をまず突き出して膝を曲げます。この時に膝がつま先より前に出ないように、こうですね、しっかりと曲げてもらったら上がってきます。さらにね、強度を上げたい人はスクワットをして上に膝が伸びきらないように、伸びきる前にもう沈んでいきます。こういう弾むようにスクワットしてもらうと、立ってしまったらね、筋肉休んでますんで、しゃがんで立ってやったら立った時に休んでますが、こう弾むようにやってもらうと休んでる時間が全くありません。このやり方の方が強度が上がります。たくさん説明しましたが、一つずつね、ゆっくりとマスターしていってください。正しいフォームを覚えれば本当に効果効率上がりますんで、ぜひ何回もね、見直してやってみてください。以上です。